はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はこのクリスマスから年末年始にかけてのそのお休みが長い期間ですね、どのような恋愛運があるのか、また来年の2月末まで新しい出会いがあるのかを見てみたいと思います。よろしくお願いします。恋愛や人間関係に特化した内容ということですね。まずはパートナーがいらっしゃる方、もしくは気になっている方がいらっしゃる方のことを見てみます。お互いの気持ちとか気をつけることとか、この期間、来年、1月7日ぐらいまでですかね、それぐらいまでの状態を見ますね。はい、じゃあ見てみましょう。まずこのお相手の方との関係性において今一番言われているエネルギーはっていうと、ストレングスの逆ですね。ちょっと後で説明しますね。なるほど。いて座の皆さんがね、今置かれている状況や今思い浮かべている方っていうのはそれぞれみんな違うので、違う状況だとは思うんですけども、いて座の皆さんに共通して言えるこのパートナーシップに関しての、気づきや気をつけること、そして今この時期にね浮かび上がってきているこの人との関係性っていうのを見てみますが、まず感じるのは、お互いに愛情を出し渋っているみたいな感じがあります。本当にこの人が大好きなんですとか、なんとかうまくやっていきたいんですとか、本当に大事だよみたいな、そういったエネルギーをお互いに出し合ってるというよりは、大事にしたいんだけど相手が受け取ってくれるかどうかわからないし、迷惑だと思われたくないから無理なない程度にしておこうとかっていう形で、密かに思いはあるし、密かに何か幸せになってほしいなとかね、応援する気持ちとか気にかける気持ちっていうのはあるけれども、それをバーンと表だって本当出してないんだなって感じ。その代わり水面下ではあるんですけども、ただその水面下でもそういう気持ちがあって嬉しいなとか、あの人も今日は元気でいるかなって言ってほっこりするというよりは、自分が何か声をかけたくてもかけられないとか、その声をかけるとか近づいていくことに対しての葛藤っていうものを感じて、なかなか動けないなって感じがします。そしてもう一つその動けない理由としては、本当にこの人でいいのかなみたいな、そういう思いもあるのかもしれません。だから自然の流れに任せて、相手がすごく言い寄ってきてくれたら答えようかなみたいな、でもそこまで気持ちそんなに盛り上がってないけどなみたいな感じのエネルギーがあります。ただこの時期がいて座の方っていうのは、お誕生日にももう過ぎた方も多いかもしれませんが、光はすごく当たっているので、なんだかね、誰かがね結構勢いを持ってこっちに近づいてくるっていう感じがあるんですね。ここでもワンドの8っていうのも出てますし、でそうやって近づいてきてくれるとか、何かきっかけがあるとか、何か関わるチャンスがあるっていうのは非常にラッキーなことで、それを伊手座さんも嬉しいなって、どうなるのかなこれみたいな感じでちょっとワクワクした感じっていうのがあるんですけれども、ただ相手は急にブレーキがかかるんですよね。急にすごい自分から誘ったりとか積極的に出たかと思ったら、急ブレーキ引いてる感じがあって、自分言い過ぎたからちょっとおとなしくしとこうとか、あんまり変な人だと思われたくないからちょっと急に本当にちょっと距離を置く感じがあるので、このギャップにちょっと戸惑う感じがありますね。相手の方っていうのは要するに伊手座さんからしたら普通にただ誘われたなとか、きっかけがあったらまた今度ご飯でも行こうかなとか、そういう普通に受け取っていることを、相手からしたらすごいグイグイ行き過ぎたみたいな感じで思って、本当に変な人だと思われたくないから冷静になりますとか、あんまり連絡取りませんとかって急にね止まるから、本当にあれってこっちからしたら肩透かしみたいな感じがあって、ちょっと期待してたけどあんまりそう思ってくれてるわけじゃなかったのかなみたいに思いそうだなと思ったんです。そして相手の方は、伊手座さんに対しての気持ちではないんですけれども、これから何を自分の人生に入れていこうかなみたいな感じで、今までは例えば資格を取るとか、仕事で結果を出すとか、自分が有益だという証拠を一生懸命
残したいがために頑張ってきたみたいな感じがあるんですけど、ここからはもう少し感情的な満足度っていうものを感じたいっていう風になってきてるみたいなんですね。だから一緒に楽しめる人とか感情をシェアできる人みたいなのが欲しいのかなって感じがあります。そしてなんか伊手座さんはなんか誘われたのかなとか、いい感じだなみたいな、そのいい空気感っていうのを感じるんですけど、急になくなったりとかして、なんだ違ったのかっていうような、その期待となんかがっかりみたいなのがこう行き来してる感じがするんですよね。ここでもカップの4とかも出てますし、忍者とかも出てますし、そうかと思えばカップの6とかカップの9とかっていうのも出ていて、すごくなんかこんな感じでうまくいけばいいなとか、昔楽しかったなみたいな思いとか、そういう期待、昔こんな経験ができたんだから次はこういう経験をしてみたいなみたいな、そういう未来に対しての期待とか思いを馳せるっていう思いもあるかと思いきや、なんかみたいな、なんかどうなのかなっていう感じで受け身で待っていて、普通に日常生活は楽しくできるんですけども、このなんか恋愛とかパートナーシップに関してすっごい嬉しいみたいな、うわそんなになんか私のこと思ってくれてたのとか認められてたのっていうような満足感みたいなのはカードには出てないんですよね。ちょっともうちょっと見てみますね。なんかこのねお休みの期間だから帰省してきてるとか、もしくはどこかに行くとかで、せっかくだからそこで会おうよみたいな感じもあるかもしれないし、相手の人っていうのは伊手座さんのことをやっぱりよく思ってるから、そういうふうに声をかけてくれたりとか、なんか急に近づいてきたりとかっていうのがあるみたいなんですね。なんかタイミングよくそうなるからどうですかみたいな感じがあります。なのでいい感じですよ。相手の方は恩恵グレースっていうカードが出てますし、ここからなんかゆっくりといい関係になれたらいいなみたいな感じは本当は思ってるけど、だから急に連絡が遅くなったみたいな感じもありますね。そして伊手座さんはどうなんでしょうか。伊手座さんも自尊ということで、自分自身を大事にしようとか、今は自分をしっかりと保とうみたいな感じでね、変にガツガツもしてないし、すごい孤独感を感じてるわけでもないし、普通に生活は全然やっていける、普通に。で今はこうやって自分を整えて自分をもっと磨こうみたいな感じなので、とてもバランス取れてますよね。ただなんかどっちが優先的になんか行動を起こしていくのって言った時に、なんかどっちも一瞬相手がそういうふうに行動を起こしてくれるのかなと思いきや起こさないって感じもあるし、伊手座さんもそんなにこちらからアプローチするとかなさそうなので、どちらも愛情を出し渋っているっていうような感じがしたんです。ちょっと気をつけることを見てみますね。気をつけること、なんかね冒険してくださいみたいな感じかな。冒険というカードが出てきて、別に日常生活悪いわけじゃないし、ちゃんと整ってるし、関係性もね、誰かとの関係ですごく思い悩んでるってわけじゃないけど、じゃあこの恋愛とか人間関係とか楽しくやろうと思った時には、やっぱり冒険心が大事だよみたいな感じで言われていて、自分からもしかしたらリスクあるかもしれないけど、もうアドベンチャーだと思って連絡してみようとか、ちょっと誘ってみようとか、一緒にどこか出かけてみようみたいな感覚でいくと楽しいよって感じがしました。だってお互いに愛情はあるわけですからね。そしてもう一枚引いたのが天真爛漫さということで、本当に無邪気に楽しんでください。あんまりどういう関係だからとかって思わずに、機会があったりチャンスがあったりタイミングが合うなら、じゃあ一緒に楽しもうっていう感じで、この人は彼氏だからとか、いやこの人はただの友達だからとかっていうカテゴリー分けも必要なく、機会があったら一緒に楽しむ。そしてその瞬間はお互いのいいところで関わるっていう形でね、友達にしてもそうだし、恩師にしてもそうだし、彼氏彼女にしてもそうだし、愛情を本当に種類分けして出さなくていいよって感じがありました。ということで、何かヒントになりましたでしょうか。もし何かしらヒントになったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ということで、ちょっとパートナーさんとか気になる方がいらっしゃる方に関してはちょっとここにまでにして、続きですね、新しい出会いはあるかなっていうのをちょっと見てみましょう。それに関しては年末年始だけじゃなくて、来年の2月末ぐらいまでであるかどうか見てみますね。ちょっとこのラブメッセージというか、この恋愛に特化した動画っていうのが、来年1月2月っていうのはちょっと撮れない状況なので、
はい、2月末までにどうかなっていうのを見させてください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソードのページ逆、ペンタクルスのページ、ストレングス、カップナイトの逆、ワンド Q の逆、ソードナイト逆、コードカード結構出てきますね。そしてワンドに気をつけることや対策がソードの9とペンタクルスの5とオラクルがはいワンドの7です。なるほどなるほど。すごくコートカード結構出てきてますし、その出会いというか人との絡みっていうのはやっぱりあるみたいなんですよね、来年の2月までの間に。ただなんだか思うのがやっぱりどうなんでしょうね、今年起きた出来事というか、その人との関係性の中ですごく自分はなんか山を越えたんだみたいな感じがあるんですよね。ここでやっぱ過去のところにストレングスが出てるので、自分がその今年1年の経験を通して何か不可能を可能にしたんだと、自分でその縁をつないだんだとか、自分でその縁に区切りをつけたんだとか、自分自身の行動に責任を持って力を使ったんだっていう感じがあり、その経験というのは本当に素晴らしい経験として皆さんの記憶や細胞に刻み込まれていると思うんですけれども、なんかちょっと充電期間が必要みたいな感じがあるんですよね。実際は周りに何人か新しい人だったりとか、仕事を通して知り合う人とか、何かのねコミュニティとかいろんな形で知り合う人がたくさんいると。だけれどもいて座の皆さんが本当にその人との関係を築いていくっていう準備ができてるかなって言ったら、そこまで相手に踏み込みたいと思ってないって感じがするんですよね。深層心理の部分ではそんなことない、出会いたいとかって思うと思うんですけど、やっぱり深いところではもう少し時間が欲しいとか、もう少しなんか一人でゆっくりしたいみたいな感じがあります。で実際はやっぱり出会ういろんなね、さっき言ったその出会いっていうのはあるんですけども、その出会いがなんかこう恋愛に発展していくかとか、本当にこの人との関係を大事にしていきたいと思う人に育っていくかどうかっていうものにはちょっと時間が必要で、じゃあ最初からビビッときて絶対この人運命の人だみたいな、そういう感じではなく、どちらかというとこうすり合わせながら相手のいいところを知っていくよって感じで言われてるんですね。で最初の印象どちらかというとあんまり良くない感じがするんです。ここでソードのナイトの逆っていうことで、相手がすっごい忙しそうとか、ちょっとイライラしてるとか、なんかそういう感じでなんかもうあんまり忙しそうだしそっとしとこうとか、なんかちょっと今怒りっぽい人なのかなみたいな感じでこちらが少し敬遠する感じでも、本当はその人の中にもとても優しい気持ちあるんですけど、それを見ていけるだけのタイムラグがもう少しかかるっていうのと、あと伊手座さん自身もすごく来年はね、前半まだまだ人間関係っていうのはとてもいいし、特に春ぐらいが強いなとは思うんですけど、何か大きな決断をねこうしようとしてるっていう感じがするので、その決断がこう自分の中で納得がいく決断を自分でしない限りは、誰かとの関係性をなんか腰を据えてなんか誰かとちゃんと向き合っていこうっていうふうになかなかなれないって感じがしました。ただカードが言われているのは、関わりの密度に関係なく、そして頻度にも関係なく、2月までいろんな出会いがありますと。ただすれ違う人もそうかもしれないし、こう仕事で関わる人とかたまたま会った人とか、そういうどんなね立場とか頻度とか密度関係なくいろんな人とは関わります。そしてその中で自分っていうものをしっかり保っていけますよと。相手にエネルギーを奪われるわけでもないし、すごくハートが溶かされてメロメロになることもなさそうなんですけど、でもエネルギーを奪われるわけでもないし、別に喧嘩するわけでもないし、そうやっていろんな人をなんかなぞっていくみたいな感じかな。いろんな人を見ていくんですって。そして
自分というものをしっかり保っていくんだよって。でその上でご自身が決めていくこれからの人生の決断というか選択によってまたどこでどんな人と会うかっていうのは変わってくるよみたいな感じです。なので人を見る目とか人と関わる力みたいなものは少しずつ鍛えられているっていう感じがしました。なのであんまりねこう早急になんか出会いがないからって落ち込む必要もないし、なんかもう私はこのままなのかななんて思う必要もないと。2月までの流れっていうので見た時には、人と関わったり人を見る目とかそういったものは養われつつある。だけどもう少しゆっくりしても全然大丈夫よみたいな感じですね。でもしいやもう急ぎますみたいな早く出会いたいんですっていう方は一応出てきてるのはどちらもナイトですごくクリエイティブな感性豊かな男性ですね。でもちょっとなんていうかな、ナイブすぎるというか一般的に見るとナイブすぎる。もっとこう伊手座さんからしたらもう少しこうグイグイと引っ張ってくれるような男性だったり女性だったりそういう相手がいいかと思うんですが、相手の人というのは少しナイーブで心配性な感じがあって、でなんかそこに付き合うのはちょっとなみたいな感じがあるし、方やすごく元気で忙しい人っていうのはもう忙しすぎてなんかあんまりなんかゆっくりできないならいいかみたいな感じがあって、いまいちすんなりとねうまくいくって感じではないので、じゃあそういう人の中のいい部分とかそういう人とどうやって関わっていくかっていうのを見ていかれたらいいかと思いました。はい、ということで何かしらヒントになりましたでしょうか。でもいいねありましたよとかこうでしたよとかあればぜひねコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみましょう。星座さんどうかな。このカードを見て何か思うことがあれば皆さんの直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。どうですか。ぜひ自分自身にねいろんな人との可能性人間関係を築いていくチャンスをね自分に与えてくださいと。なんかパートナーシップを結ぶというかね関わるって本当に自分自身が自分とつながって余裕がないとできないと思うんですよね。でも今いろんな人を見ながらいろんな人と関わりながら人を見る目や自分自身っていうのを保っていて、カードはもし準備ができたらいつでもねその人と関わるチャンスを自分に与えてあげてねって言われています。はい、ということでありがとうございました。ここまでにしておきます。また次回ですね来年前半の全体運の動画をアップしていきますので楽しみにしててください。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。